はい、では次に、アルティメーターをやっていきましょう。ALT と略しますね。はい、アルティメーターは高度計です。で、高さを測ってます。で、そうですね。プライベートパイロットのマニュアルの2の56を見てください。で、ここにね、あるんだけども、まず、高度計、これフィートで表してます。で、フィート、これは1フット、これが、約30センチですね。大体の単位としては覚えておいてください。で、細かく言うと 0.3048 で、まあこの辺はもうどうでもいいです。で、0.3、メーターがね。で、英語的な話なんだけども、このフットどっから来たかっていうと、こいしょ、この足、ここからここまで。で、アメリカ人の、数字を使っているので30センチ。まあ、27とか26とか25とかそのぐらいだよね。日本人男性だったらということで、ちょっと大きめになってます。で、このフットなんだけども、複数形になるとフィートですね。ということで、高さを表すときにはフィートというふうに言います。で、そのフィート表示なんだけども、まずこの長い針が、100フィート、短い針が1000フィートで、細い針、これが1万フィートのポインターです。で、僕たちの、機体を見てみると、よいしょ、こんな感じだね。はい、はい、じゃあこれで説明しようと思います。はい、ロングビーチ空港に止まっている飛行機から撮ってきたので、まあ海の近くということで、そんなに高い表示をしていません。で、この長い針、これが、1を指すと100フィート、2を指すと200フィート、300、400、500でずーっと一周すると短い針が1を指しているでしょうということで1000フィートということが分かる。で、短い針がぐるっと一周すると、1万フィートの表示が出てくるんだけども、この、機体に関しては、1万フィートという表示が、ポッとね、ポップアップするようになってるんだけども、こっちで、見る方が分かりやすいので、これで梅野くん、はい、今の知識を使って何フィートか答えてください。2800にここが800で、ここが900で、内側の点が1234つ分かれている、要するに5分割されているということですね。ということは、1つの線が20フィートずつになるのかな、はい、ということで60、そう、その通り、860フィート、大正解、2860フィートという表示になります。で、これをねパッと読めるようにしておいてほしいと思います。ちなみに今、ロングビーチの駐機している飛行機から写真を撮ってきましたが、これは何フィート60フィート、そう、シンプルに60フィートという高さですね。はい。で、じゃあこのアルティメーター読み方も以上です。ところがこのアルティメーターを正しく使うようにするにはどうしたらいいのかということで、ここに実は小窓があります。ちょっとこれ見にくいので僕たちのやつを使おうかな。小窓があります。よくわかるね、この小窓ね。で、ここに 30.1 とで、ここには 30.0 と 30.2 とか書いてあるんだけども、これ何かっていうと、その空港のあるところの、海抜0フィートの気圧です。今日は高気圧、今日は低気圧っての気圧が変わったりするでしょ。ということで、その気圧を入れ込むことになります。で、高度計
という言葉を使ってるけども、最初にボンとお伝えするのは、これは高度計じゃなくて気圧計です。で、この計器の中に、標準帯気圧 29.92 というものが入っていて、でそこと、気圧、今外の飛行機の周りの気圧誤差っていうのを測っている。それを表しているのが高度計なのね。ということで、上空に行けば行くほど気圧っていうのはどうなると思う？低くなる。そう、その通り。気圧っていうのは空気の量なので、地面に近くなればなるほど気圧は高くなる。なんで高くなるか、グラビティだね。重力によって空気がぐっと、引き寄せられているので、地表近くが気圧が高い。で上空にいると気圧が低いということで、ここの中の、そうだね、一定の気圧との誤差がどんどん増えてくるので、このメーターが針が高くなっていくというのがシステムです。いいでしょうか。で、その気圧なんだけども、このウィンドウのことを、コールスマンウィンドウと言います。でこの名前は、どっちでもいいや、覚えても覚えなくても。このウィンドウのことをコールスマンウィンドウ、コールスマンさんという人が考えたんだろうね。で、ただこの名前よりも何よりももっと大事なのが、ここに何を入れるかっていうと、その日のその空港で発表されている海抜0フィートの、気圧を入れると。その気圧のことを入れ込むことをアルティメーターセッティングと言います。アルティメーターをセットする。じゃあどうやってセットするかっていうと、ここにノブがある。このノブを回すことになります。これだね。はい。でこのノブをぐるぐると回すと、この数字が変わっていくということです。いいでしょうか。はい。でここにね、アルティメットセッティングアジャスメントナウというふうに書いてあります。これノブで十分です。名前を覚える必要はないです。OK。で、その気圧誤差、昨日、今日、明日の日々の気圧誤差を、補正していくことになります。いいでしょうか。はい。じゃあその次。バーティカルスピードインディケーターを見ていきましょう。はい、VSI。これ何かっていうと、日本語で言うと昇降計。日本人にはこっちの方が分かりやすいのかな。登ったり降りたりするのを測る計器ということです。ということで、はい、ページが2の60ですね。で、ここに数字があります。0で5、10で低いところの5、10で15、20とかあるけども、これ何かっていうと、どのくらいの割合で上がってるのか下がってるのかという割合を教えてくれます。で、これもちょっと見づらいので僕らの計器を出すとこんな感じですね。で、バーティカルスピードと書いてあるけども、100フィートパーミニッツということです。これは何かっていうと、1個のメモリが100フィートで、5のメモリが500フィート、10だと何フィート？1000フィートのスピードで上側は上がってるよということね。で下は下がってるよということです。この計器若干下がってるということは分かればいいかな。
じゃあどのくらいの割合で下がっているかというと、フィートパーミニッツ、略します。はい、はい、これを FPM と書いたりするし、フィートパーミニッツとこういう表記をする時もあるしということで、このフィートだけ下がったり上がったりしてますと。どういうことかというと、1分間にということで、1分後にこの、割合で上がったり下がったりしているということです。ということは、この針が5を指しているということは、1分後に500フィート上がっているよということね。で、これが3だったら、1分後に300フィート上がっていると。で、これが1上を指している1分後に100フィート上がっている。ちょっとずつ上がっちゃっていると。で、ところが、離陸の時なんかは5ぐらいを指してたりするね、僕たちの訓練機に関しては。でそれはずっと500フィートパーミニッツで上がっていることになる。でも、パフォーマンスのいい機体なんかは1000フィートパーミニッツで上がってるかもしれない。ジェットとか2000フィートパーミニッツでグワーッと上がってるかもしれないということで、このレートとても大事です。で、あと一番最初のフライトの一番最初の課題、まっすぐ同じスピードで同じ高度で飛ぼうという時には、この VSI が0を指すのを目指すことになるよね。そしたら高度が変わらないよということです。いいでしょうか。はい。はい。OK。じゃあ、ここまでがバーティカルスピードインディケーターだね。はい。じゃあその続きを見ていきましょう。で、アーティインディケーター、これはこんな計器です。で、アティテュードっていうのは何かっていうと、姿勢という意味ですね。ページ2の62、すいません。で、飛行機の姿勢を表してくれてます。で、拡大するとこんな感じで、これは何かっていうと、飛行機の姿勢と今伝えたけども、さっきの質問をもう一回します。飛行機を安定して、正確に飛ばすときにはどこを見てますか？地平線。その通り。じゃあ地平線を見れればいいよね。でも例えばもやが上がってたりとか、こう雲があったりとか、雲の中に入っちゃったりとか、地平線が見えないときはどうしようというのが、このアティインディケーターの活躍する瞬間です。で、青色のところが空で、茶色のところが地面、そして奥の白色、これが地平線です。で、その地平線に対してこのオレンジ色の僕たちの飛行機の羽を合わせていくと、まっすぐ飛べてるよということだね。で、この間に赤いぼっち、ごめんなさい、オレンジ色のぼっちドットがあるんだけども、これが飛行機の機軸です。この機軸だと思ってください。ということで、白い地平線にオレンジ色の羽を合わせて飛んでいくとまっすぐ飛べます。で、これを見ると、地平線が傾いていればこれは旋回しているということになるということだね。で、この機軸、そして羽、これが今地平線も下がっている状態。これは何かっていうと、機首が下がっているよということで降下中ということになるよね。はい、で、あとはバンクっていうのが傾きの話なんだけども、旋回の角度っていうのがここに、出ています。これが10度、20度、30度、そして60度、90度ということなんだけども、教科書の方に上手に確かこれは説明が書いてあったと思うので、これを一緒に見ていきましょう。ページ2の66。はい、今伝えた通りだね。で、ミニチュアエアプレーンがありますと。これが飛行機の羽という話をしました。で、奥に白い線があります。で、アーティフィシャルホライゾン。アーティフィシャルというのは、人工的なという意味かな。
でこれを2つ合わせればまっすぐ飛べてるよと。でその時に、上の、オレンジ色のものが羽とリンクして90度のところにあるので、後ろのポインター、白い線がありますが、この白い線とあとオレンジ色を合わせたらやっぱりまっすぐ飛びます。これは参考にしてください。でバンクのインフォメーションとして、すみません。で、バンクのインフォメーションとして10度、20度、30度というふうに、表示があります。でこれが60度、90度で90度なんていうのはまあしないよね。で、僕たちは60度までしか訓練には入れることはないでしょう。で、あと、機種が上がったり下がったり、これはピッチだったよね。で、そのピッチのインフォメーションが、10度ピッチアップ、20度ピッチアップ、10度ピッチダウン、20度ピッチダウンなんてあります。その間の線は5度、そして15度なんていうのはあるけども、というようなね、形で読んでいくことになります。いいでしょうか。はい、それぞれのね例が書いてあるのでちょっと見ておいてください。まっすぐの、ピッチに対して旋回している。でもピッチが上がってる状態で旋回している、ピッチが下がっている状態で旋回しているというね、状況が書かれてます。いいでしょうか。はい。で、このアティテュードインディケーターはそうだね、当面の間使わないかな。でターンが入ってきた時には、これを使うかもしれません。いいでしょうか。はい。じゃあその次。ヘディングインディケーターいきましょう。ヘディングインディケーターは、読み方はすごくシンプルかなと思います。はい。ヘディングインディケーター、ここの真ん中だね。で、僕たち方向を知るためには何で知るかというと、はい、ここのコンパスで知ることになります。でコンパス、これは磁石と一緒なので北、南を N 極 S 極と同じように、N という書き方をします。で N が North、 南は South、 東は East、 そして、西が West ということで、こんな形でね、表示があったりします。でじゃあそのコンパスの数字っていうのは実は、いろんなエラーがある。でそのエラー後でやるんだけども、そのエラーを、補正するためにこのコンパスの数字をヘディングインディケーターに入れ込むと使いやすいよということです。だからヘディングインディケーターっていうのはあくまでも何もしてない。でメカニカル的に、機械的に僕たちがこのノブを動かしてくる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 といっぱい回します。でどこに回すのっていうと、もう一度コンパスの数字をコピーするってことになるね。それがヘディングインディケーターです。でまあわざわざ拡大する必要もないんだけども、こういった形になってます。でそうだね、ただこのごめんなさい、ヘディングインディケーター、これもだんだんこれずれてくるのね。これはジャイロによって動いてるんだけども、そのシステムについては後で触れるんですが、そのジャイロの、がだんだん少しずつずれてくるので、15分に1回リセットすることが望ましいです。絶対じゃないけど望ましいです。はい、リセット every 15 minutes と書いておきます。いいでしょうか。はい。じゃあ最後、ターンコーディネーターの読み方を見ていきましょう。ターンコーディネーター、これはターンのクオリティ
とあとレートを示してます。で、この飛行機、これがこういう動きをするのね。で、示してくれます。で、この最初の線になると何かというと、スタンダードレートターンをしているということです。どういうことかというと、スタンダードレートターン、これは2分間で360度回るレートだということね。で、これ今左ターンしてるんだけども、ぐる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 とで、こう回ってるんだけども、これが2分間で360度回れるレートがこの、ホワイトマークです。はい、でよく見るとここに2 minutes って書いてあるよね。はい、でこれも右はまたしかりということなんだけども、これレートの話ですね。2分間に360度で、これスピードが速かったらこれ、バンクアングルをもっと入れて、速く回らないと大きく回ることになるので戻ってこれないよということです。でもこれはスピード関係なくこの羽を1つ目の、ホワイトマークに合わせていくと360度回れますよということです。これ特に、IFR インストゥルメントフライトルールの時に使ったりするターンの仕方だね。ということで僕たちの試験の時にはプライベートの時にはあまり出てこないのでここは気にしなくていいです。ここにいいですか。はい。ところがターンコーディネーターは実は2つのケーキが1つになってます。その2つ目のケーキが実は大事。どれか分かる？ミニチュアエアプレーンの下の丸の、そうその通りです。その丸のことを何というかというと、はい、ここ読んでください。インクリノメーター。そう、インクリノメーター。インクリノメーターっていうのは、このボールの入ったチューブのことを言います。で、ここに真ん中にボールがあります。で、便宜上簡易的にボールって言ったりするけども、インクリノメーターが正式名称で、これ何を示しているかというと、この真ん中にあるというのはどういうことかというと、風に対して自分が正対してるよっていうことなのね。でパフォーマンスにおいてすごく大事。もし正面から風が来てるのにちょっとずれてる、そうすると風を横に受けることになるので抵抗が増えるということでパフォーマンスが落ちます。だから基本的にはもう 90% 以上ほぼほぼこのボールっていうのはまっすぐにすることが求められる。逆に言うと、このボールをちゃんとまっすぐに保てるパイロットはいいパイロット。じゃあこのボールがずれるってどういうことかというと、今この状態だとこうなってます。風が左から受けてるよと。はい、じゃあ、それに対して、風に正対するためにはどうやって直す？エレベーター。両の力を直すので、両の力を直すので、このツイストだ。はい、ラダーですね。ラダーだね。そう。じゃあラダーはどっちラダーを踏む？左に行きたいから左。そう、左ラダーです。はい、左ラダーを踏んで、正面にしますということです。ということでボールが左側にあるので、それを直すときには左ラダー、これ格言なんだけど、ステップオンがボールと、ボールの方向のラダーを踏むと、そうすると真ん中に戻ってくるよということです。はい、
それでパフォーマンスが元に戻りました。で、ただ踏みすぎるとこっちになっちゃうよね。で、このボールが右側になるということはこういうふうになってます。ということで、ステップのボールで右を踏むと戻ってくるということで、もしこのボールが右にあってこういう状態っていうことを、イメージしたかったら、僕のやり方ね、このボールはお尻の位置と思えればいいです。上から見るとボールが右だからお尻も右みたいないうことね。で右を踏むということです。これお尻の位置です。OK。で、じゃあそのボールが外れた状態、これをどういうふうに言うのかっていうのが、2の65に書いてあります。これ今右ターンしてるんだよね、ミニチュアエアプレーンを見ると。でその時に、ボールが右側にある、要するにお尻が右側にある。で、機手が自分の進行方向よりも左にあることになるんだけども、それのことをスリッピングと言います。スリップしてる。で、ボールが左にある。で、自分の進行方向よりも左にあって機手が右を向いている。で内側に行くような、そんな状態で、これをスキッティングというふうに言います。スキッティングターン、スキッとしてるよということだね。でじゃなくてボールが真ん中にちゃんとコーディネートされているターンのことをコーディネーテッドターンと言います。いつもこのコーディネートターンを目指して僕たちはラダーを踏むことになるね。はい、でしょうか。ちなみに今説明の便宜上、スリッピングは、この軌跡よりも離れようと。で、スキッティングが内側に行こうというような方向になってるけども、実際に飛行機の軌跡というのは同じ軌跡だからね。はい。うん。ただずれてるっていうだけで、飛行機自体はその軌跡をたどります。でしょうか。OK。はい。ここまで何か質問ありますか？特にはい。今エアスピンインディケーター、アルティメーター、VSI でアーティインディケーター、ヘディングインディケーター、ターンコーディネーターというね順番で、見てきました。で、今から、そうだね、ちょっとだけ休憩を入れて、このそれぞれの計器が、何で動かされているのかというシステムについて今から見ていこうと思います。でそのシステムを理解することによって、マヌファンクション等々にも対応できやすくなるということで、その辺の知識を、習得していこうと思います。はい。